皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。12月っていうのに相変わらずのんびり暮らしている私です。皆さんはいかがお過ごしですか？ 12 月の日本といえば、気ぜわしいというイメージです。気ぜわしい。この言葉知ってますか？気が忙しいと書いて気ぜわしい。本当に忙しいかは別として、漢字を見ての通り、気持ちが忙しい感じですね。あれしないと、これしないと、と落ち着いていられない様子です。それが12月かな。12月の和風月名は、師走です。この師というのは、僧侶のことを表しているみたいです。年末はご先祖様の供養や1年間の反省をする仏明会などの法要で僧侶は大忙し。ですので、死のようにいつもは落ち着いている人でも12月は走り回るほど忙しい月だということで、12月が師走と呼ばれるようになったそうです。でも、僧侶に関わらず、実際に12月を見てみると、行事がたくさんあって忙しいんですよ。クリスマス、新年の準備、忘年会、大掃除、仕事納めのための仕事、冬休み、こんな感じかな。今、街はクリスマスのイルミネーションで、クリスマス気分じゃないかな。でも、クリスマスが終わったって思ったら、今度は新年の準備をしなければならないんです。私が住んでいるインドネシアでは、2月ぐらいまでクリスマスツリーが置いてありますよ。最初はカルチャーショックでした。日本は新年の飾り付けをしないといけないので、すぐにクリスマスツリーを片付けるんですよね。スーパーなんかもクリスマスが終わると一気に新しい年を迎える準備に入ります。お正月に食べるおせち料理なんかも少しずつ出てきます。お母さんがよく年末年始におせち料理を仕込んでいました。昔は三が日はどこのお店も閉まっていましたからね。三が日とは1月1日、2日、3日のことです。今では休みなくスーパーもコンビニも開いてますけどね。新年の準備は今話したおせち料理の準備、門松、しめ縄、鏡餅の準備、そして気持ちよく新年を迎えられるように大掃除をします。おせち料理、門松、しめ縄、鏡餅などについては、新年についての別のポッドキャストで話しますね。今日は師走についてなので、話を戻します。大掃除は家庭によって違うと思いますが、私はだいたい3日間ぐらいかけてやっていました。電気の上のほこりや換気扇や窓など、日常生活であまり掃除しないところまで全部掃除します。結構しんどいんですけど、これをすると、すごく気持ちいい新年を迎えられるような気がします。まあ文化なんでしょうね。一年の誇りを払って新年を迎えます。それから12月といえば忘年会。忘年会とは、その年の苦労を忘れるために年末に催す宴会です。漢字の通り、今年一年の苦しかったことや嫌なことを忘れて、新しい気持ちで次の一年を迎えることを
目的とした食事会や飲み会のことです。なんか大掃除と共通するところがありますね。過去は一掃して新しい年を迎えようってことですね。新しい年に過去は引きずらないのは大切ですね。それから日本では年末年始休暇があります。学校でいうところの冬休みです。長期休暇に入るための仕事の追い込みがここであります。まあ、これも会社によると思うんですけどね。ああ、なんかこれだけ12月のことを話していると、めっちゃ忙しいなーって思っちゃいます。でも、このバタバタした感じも私は好きです。新しい年を迎えるんだなーって感じがします。インドネシアに住んでいると、それを感じられないのが残念です。日本にお住まいの皆さんは忙しさを感じていますか？はい。最後に和風月明について話して終わろうと思います。最初に師走は和風月明だと言いました。きっと他の月のことも気になっていますよね。1月から11月まで和風月明と意味について話しますね。1月は六月です。六は親睦の睦で、家族や親戚が集まって新年を祝う月という意味です。新しい年の始まりにみんなが仲良くする様子を表しています。2月は如月です。如月は如とも書き、寒さが厳しくなり、さらに衣服を重ね着する月を表しています。他に草木が芽吹き始める如月から来ているという説もあるそうですよ。3月は弥生です。草木がいよいよ生い茂る月という意味です。やはいよいよという意味で、おいは草木が生い茂ることを指します。4月はうずきです。うの花が咲く月という意味です。うの花は初夏に咲く植物で、春から夏に移り変わる季節感を表しています。5月はさつきです。さつきはさなえ、つまり田植えのことを指します。田植えが始まる月という意味です。さは田んぼを表す古語です。6月は水無月です。なはのを意味する古語で、水の月という意味です。この月は梅雨が明け、水田に水を張る季節でもあります。7月は文月です。そろそろ田んぼに植えた稲の穂が実る時期です。稲の穂が実る月ということで、穂文月、穂がなくなって、文月と呼ばれるようになったそうです。8月は葉月です。葉が落ちる月という意味です。木々の葉が色づき、少しずつ秋の訪れを感じさせる季節です。9月は長月です。夜が長くなる月という意味です。秋の夜長を楽しむ季節を表しています。以前、秋をテーマにしたポッドキャストで読書の秋なんて話もしましたね。9月は秋の夜長を楽しみます。10月は神無月です。この時期は日本全国の神様たちが今の島根県にある
大きな神社、出雲大社に集まります。各地の神々が留守になる月なので、神無月と呼ばれるようになりました。逆に出雲地方では神有月と呼ばれているそうです。11月は霜月です。霜が降りる季節という意味です。寒さが厳しくなり、冬の始まりを感じる月です。そして12月は先ほど説明した師走です。はい。和風月明は旧暦の季節や行事に合わせたものです。現在の暦でも使用されることはありますが、現在の季節感と若干のズレがあります。普通の生活ではあまり使うことはありませんが、季節感を伝えたいときやビジネスメールなどで使うことがあります。知識として知っておくと、どこかで聞いたときに、ああ、それ知ってるって思えるかもしれませんね。はい、ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。